じゃあちょっとお口の中診察します。はい。はい、開いてください。もう永遠に取れないかな、黒ずみ。あれね、いや、なるほもしかしてマウスピース矯正中ですか？ど。あ、そうです。あ、そうですよね。デコボコついてますもんね。どの辺がデコボコなんですか？あ、こちらのなんか見えます？これデコボコついてますよね。これは人工的につけてるんですけど、マウスピースが歯をつかみやすくするためにちょっとポッチをつけてるんですね。治療が終わったら外すことになります。なるほど。アタッチメントって言います。これプラスチックなんで、プラスチック汚れ溜まりやすいですから要注意ですね。後で染め出すと分かると思います。矯正どれぐらいされてらっしゃるんですか？5ヶ月目。こっちがいいけど、こっちが良くない。刃ですね。ここは多分気になるところじゃないんですかね。そうです。こういう間は絶対歯ブラシ届きにくいところなんで、汚れは多分溜まっていると思います。虫はありましたか？虫歯ゼロです。やったー。大丈夫です。引き続き頑張ってください。ありがとうございます。こういった器具見たことありますか？あるような、ないような。歯周病かどうかの判定をするために、はい、歯周ポケットを数値で測定します。痛くないんで大丈夫です。はい、開いてください。歯茎と歯の間の深さを測定することによってその歯が歯周病じゃないかを判断しています。こうすることでしか歯周病って探せないんですよ。レントゲン取っても歯茎の出来具合はわからないんで、触って測定するしかないんですね。だいたい2ミリぐらいですね、今のところ。10ミリぐらい入るともう歯周病としては重度と言われます。あとこう触った時に出血するかどうかも見てますね。出血している時だと歯周炎が進行しそうな状態になってるんで、より要注意っていうことになります。最初は歯に汚れがつくとつきっぱなしになると歯茎が炎症が起きてくるんですね。それが歯肉炎の状態で、それをずっとそのままにしてるといずれは歯茎の中の組織骨まで到達すると歯周炎という状態になっていきます。この間なんか出血しても良さそうかなって思うようなところなんですけど、なんか別にしないですね。ここだけ要注意っていうことになります。はい。歯並びきれいになってないし、そこなんかエキストラケアが必要。でも全然なんかね、触ってても感覚全く何も分かんないんですよ。あ、そうですか。どうすればいいですか？そうですね、エクストラケアですね。エクストラケアですね。ありがとうございます。ちょっと歯医者さんでしか届かない機材とかもあるんで、3ヶ月に1回は歯のお手入れに行ってね、やった方がいいかなって感じですね。ありがとうございます。じゃあ、はい、これつけますね。はい。噛んでください。何しますか？染め出しします。汚れを見える形で取りたいんで、ただちょっと今日は唇とかに青いのがついたままになると思うんですけど、明日以降取れますんで大丈夫ですからね。じゃあ起こしますので、軽くすすいでください。軽くでお願いします。汚れが紫？そう、汚れてるところが紫に染まってるんですけど、歯茎の付け根とか歯と歯の間、この辺とかやっぱりここがついちゃいますね。ここちょっと磨けてないみたいですね。あとアタッチメントの脇はやっぱり付着しますね。そうですね。はい。要注意ですね。あと奥歯とかもちょっと奥歯の間がやっぱ磨きづらいみたいですね。この辺とか。
でも知ってよかったって思う。知ってよかったですか。じゃあ始めます。何しますか？じゃあまずね歯石取ります。歯の歯石ありがとうございいます。はい。歯石めっちゃできやすい方。あ、本当ですか。うん。前いつ取りました？でも半年前。半年前。歯石溜まりやすいとかあるんですか。溜まりやすい人いますね。唾液のミネラル分が多い人は、よく歯石として沈着しやすくなりますね。下の歯の裏側によく溜まってるものなんですけど、舌下腺という唾液が出る線があるんで、プラークが石灰化して溜まりやすい特徴的な場所になります。上行きます。はい、開いて。じゃあ次エアフローやります。粉を使って歯の表面についてるバイオフィルムを落としていきます。バイオフィルムっていうのは菌の塊のことで、なかなかあまり磨いても落ちないんですね。特に歯の溝とか歯の間は器具が届かないので、すごい細かい粒子を吹きかけてバイオフィルムを飛ばしていきます。あ、痛い？大丈夫？どうでしたナイス。あ、よかったよかった。ナイス。はい、開いてください。ちょっと開いて磨きます。最後にちょっとダメージを受けてる歯をですね、磨いて整えてます。例えば、日常生活でも歯ってちょっとずつ傷ついていくんですね。歯磨きでも傷つきますし、そういった傷からプラーク、汚れがたまりやすくなってしまいますので、そのダメージを補修するようなフッ素というお薬を配合することによって歯の表面を修復するようなことをしています。目に見えないレベルの傷のことなんですけれども、そういったものがだんだんとこう蓄積していきますので、適度で歯医者さんでこうやって磨いてもらった方がいいかと思います。はい、開いて。外します。ベロの上にも汚れてたまるんで、それがたまると白くなるんですね。だんだんとこう白くなってくるんですけど、昔それだったんです。あ、本当ですか。今どうですか？今ね、ちょっと汚れついてるんで、ちょっとこれで磨いてみますね。こんな感じで、これ自分で普段はやってもらうんですけど、こうやってベロのケアをしていただくと、ベロにも汚れがたまりづらくなって、口臭の予防にもなりますね。なんかブラシでなんかね、やったことあるんだけど、これブラシじゃない？ブラシでやっちゃダメです。歯ブラシでやってはなるほど。ベロの方が歯よりも絶対柔らかいので、歯ブラシでやると傷つけてしまいますから、ベロ用の歯磨きでやってください。専用？はい、これ絶ブラシっていうんですけど、これはプラスチック？これプラスチックっていうか樹脂ですね。柔らかめの樹脂なんで、触っても痛くないようにできてます。なんだ、取れてるなって感じ。取れてるなって感じです。終わりました。いかがでしょうか。めっちゃ白くなってる気がする。ありがとうございます。そうなんですよ。ですよね。着色も全部取れてます。うわびっくりしました今。ホワイトニングしていた感じが。いや、ホワイトニングはしないんですけど、ですよね。はい、表面の汚れ取っただけです。ちなみにさっきの紫の、はい、
ここら辺がやばかったんですよね、やっぱあ、そう。り。刃のところ。ここ一番やばかったですね。ですよね。うん。そこは悩みところなんですよ。まあでも、だからもう矯正したいなと思って。改善していくでしょうからね。です。